皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。上の方に入っていただくと毎週1本特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってください。さて、今日のテーマはお笑いです。お笑いというのは見ている人を笑わせる芸能です。皆さんの中には日本のドラマやアニメなどをよく見る人がいると思います。でもお笑いを見る人はあまりいないのかなって思います。ただ、もし日本でテレビをつけると、それがバラエティショーとかだったりすると、必ずと言っていいほどお笑いの人が出てきます。なので、お笑いって日本文化のとっても大事な一部分です。なので今日はお笑いについて話そうと思います。内容はまず最初にお笑いとは何かという話をします。それからお笑いの種類について話します。そしてお笑いを一本見ます。そしてその解説をします。それから最後にお笑いってどうして難しいのかという話をします。実際に見せるお笑いもとっても面白いので、ぜひ最後まで見てください。基本的にはこのポッドキャストはできるだけ耳だけで聞けるようにしてるんですけど、お笑いの部分はぜひ時間のある時に実際に見てみてください。面白さが違うと思います。では始めます。まず最初はお笑いとは何かです。最初にも言った通り、お笑いっていうのは人を笑わせる芸能です。で、日本のお笑いの場合は、政治的な話とかはしません。で、社会的な批判とかもあんまりないです。そういうことよりも面白いことを言ったり、バカなことをやったりして観客を笑わせます。で、笑わせる対象、笑わせる相手は子供からお年寄りまでが多いです。なので、見た目的に、面白い格好をしていたり、面白い服を着ていたり、面白いポーズをしたり、面白い変な顔をしたりする。そういうのも多いです。見た目的なわかりやすさも大事にしていると思います。あと、お笑いは間が大事です。間っていうのは何も喋っていない時間のことです。今変に長い間が空きましたよね。お笑いっていうのはこういう間も大事にします。面白いことを言うっていうのももちろん大事なんですけど、面白いことを言った時に相手がじっくり時間をとって反応するとか、そういう何も言わない時間っていうのもとっても大事です。この間については別のエピソードで話したことがあります。間のいいドラマということで、ドラマのホットスポットを紹介したエピソードです。で、あれ実は脚本を書いた人、そのお話を書いた人がお笑い芸人さんだったんです。お笑いの人は芸人さんって言います。お笑い芸人さんとか芸人さんって言います。皆さん多分芸能人っていう言葉は知っていると思うんです。で、漢字で言うと芸人の中に能力の能の字が入ると芸能人ってなります。芸能人って言うと歌手とか俳優さんとかそういうテレビに出て有名な人ですね。で、その中に芸人さんも入ってます。だから芸人さんっていうのは芸能人の一部です。で、話がそれましたが、そのスクリプト、その脚本書いたのは芸人さんなんです。で、あと実はですね、芸人さんがたくさん出てました、あのドラマには。例えば宇宙人だった人、あの人も芸人さんです。それからホテルの支配人さん、あの人も芸人さんです。で、他にもいろいろ出てるんですね、芸人さんが。それはやっぱり
やっぱり芸人さんが脚本書いたからだと思うんです。で、あのドラマが変な面白さがあったのは、やっぱり間が良かったし、芸人さんが書いてたから面白かったんじゃないかなっていうふうに思います。なんで、お笑いには間が大事です。で、ちょっとお笑いの難しさを先に話しちゃいますね。お笑いっていうのは、あるあるを元にしています。あるあるっていうのは、みんなが共感して、あるある、わかるっていう気持ちになるもの。それがあるあるです。で、それがお笑いの場合、そのあるあるから出発して、そんなことあるかなみたいな。それからないないみたいな話に持ってったりするものもあるんですね。そういう、ありえないみたいなところに持っていくところに面白さがあると思うんです。普通とちょっとずらしてくるところに。でもその出発点としてはあるあるなんですね。で、ただそのあるあるっていうのは、その文化で育った人とかが共通して持っているものであって、日本語を勉強している人にとっては難しいものが多いんです。例えば、学校とか職場とか、通勤の途中にあったこととか、そういういっぱいいろんなあるあるがあるんですね。でもそれって日本で生活してないとなかなかわからないことだったりします。だからそういうあるあるの部分をまず理解していないと何が面白いのかわからないということになると思います。なんで今日はそれを少しでもお伝えできればなっていうふうに思います。では次に、お笑いにはどんな種類があるかです。で、一番古いものとしては落語があります。落語は、落ちるという漢字に、語学の語ですね。で、落語は着物を着た人が舞台の上で座って話します。で、一人二役とかをやります。一人二役っていうのは一人で二人の人を演じるってことです。で、ちょっと体の向きを変えるだけで、本当に違う人みたいになるんですよ。すごい上手です。それで面白い話をします。で、落語っていうのはオチがあるんですね。オチがないのもあるそうなんですけど、基本的にはオチがあります。さっき落語っていう漢字は落ちるっていうと、落ちるって書くんですけど、そのオチですね。で、オチが何かっていうと、そのお話の終わり方なんですけど、笑って終わるとか、驚いて終わるとか、そういうのがオチです。で、これを言うためにずっと言ってきたのね、みたいな最後の部分がオチです。で、だからオチがない話ってつまんないんですよ。だから何みたいになっちゃうから。落語は基本オチがあって面白いお話をしてくれるものです。次に漫才というものがあります。漫才は、だいたい2人でやります。で、マイクがあって、そこに2人で立って、面白い話をするんですね。で、普通は漫才にはボケとツッコミがいます。ボケっていうのが面白いこととか変なことを言う人です。で、ツッコミっていうのはそれに対して、何言ってるんだって言って突っ込んでいくのがツッコミです。例えばですね、漫才って最初に名乗るんです。例えば私ならどうもふみですみたいな感じで言います。で、その時に私がボケだったら、どうも広瀬すずですとか言うんですね。そうすると、ツッコミの人が嘘つけって突っ込む。これがボケとツッコミの役割です。それをずっと、続けるんですよ。最後までボケの人は基本はボケで、ツッコミの人はずっと突っ込む。これ面白いんですよね。で、今さっき私嘘つけって言ったんですけど、嘘つけってすごい面白い言葉で、嘘をついた人に対して言う言葉なんですね。嘘つけって。でも嘘つけって言葉だけで見たら、嘘をつけって言ってるんです。つまり嘘を言えってことですよね。でも意味は嘘をついた人に対して、嘘を、それは嘘でしょとか、
何嘘言ってんのっていうのが嘘つけなんですよ。なんか非常に面白い言葉だなと思います。話がそれましたが、漫才っていうのはそうやってボケとツッコミの人が、ずっとボケとツッコミを繰り返していくお話です。漫才には、M1 グランプリっていうすごい大会があります。M っていうのは漫才の M ですね。これは漫才の日本一を決めるものです。プロでもアマチュアの人でも参加できます。でも、結成から15年以内のグループが参加できます。結成っていうのは作ることです。グループを作ることを結成って言います。なんで、結成15年以内のグループが参加できます。2025年は11,521組がエントリーしたそうです。今日は12月5日にこれ撮ってるんですけど、12月4日に、準決勝があって、決勝の舞台に立つ9組がもう決まったそうです。で、決勝っていうのが、12月21日の日曜日の午後6時半からです。で、そこで実は敗者復活っていう負けたチームの中から1組だけ上がってくる組がいます。グループがいます。で、合計10組で戦って、そこから1位のグループが決まります。で、これ1位になるとすごいらしいんですね。仕事がバーンって増えるみたいなんですよ。だからもうこの M1 グランプリで優勝すると人生変わるレベルですごいことなんです。この M1 グランプリを楽しみにしている視聴者っていうのもいっぱいいます。実はですね、この本、成瀬は天下を取りに行くっていう本があります。これ、2024年の本屋大賞を受賞してます。本屋大賞っていうのは何かっていうと、本屋で働いている書店員さんたちが一番売りたい本として選ぶものです。なので、基本的には面白くって読みやすい本が選ばれることが多いです。で、これもそれで選ばれた本なんですけど、この主人公の成瀬って子がちょっと普通と違った子なんです。変わった子なんです。で、人がどう見るかっていうのを全く気にせずに自分のしたいことだけをする子なんですね。で、その子がある時、友達の島崎、女の子です。島崎に言うんです。島崎、私はお笑いの頂点を目指そうと思う。で、島崎が答えます。お笑いの頂点って M1 にでも出るの？正解。ということで、このさっき言った M1 グランプリ。M1 グランプリっていうのはもうお笑いの頂点なわけです。お笑いの頂点は M1 グランプリだっていう認識がやっぱりあるわけですよね。あと、代々木公園っていう有名な公園があります。行ったことある人も多いと思うんですけど、あそこに行くとお笑いの練習をしている人たちがいるんです。私も何回か撮影に行ってるんですけど、公園で2人でなんかしてるんですよ。で、動きからして、漫才かなっていうのがわかります。なんで皆さんも次、代々木公園に行くときは、漫才の練習してる人いるかなって見てみると面白いかもしれません。じゃあ次のお笑いのタイプなんですけど、コントというものがあります。で、コントはストーリーがあって舞台設定があるものです。で、漫才っていうのは基本的にその人たちがやるものなんですね。でもコントはある役になって役柄になりきってやるものです。例えばレストランだとしたらレストランの、お店の人役とお客さん役の人ってなったらもうそのコントが始まった時からその役でやることになります。で、この後で見る笑いの動画はこのコントなんですけど、それはジムなんですね。なんでそこはもう本当にジムに来た人とジムのトレーナーっていう設定でやります。漫才とコントってある意味被る部分もあるので、というのも漫才の中でじゃあ俺が何役やるねって言ってお前何役ねとかってやったりもするんです。ただ一応コントだと最初から本当にもう設定のある状態で始める
っていうのが違いかなと思います。あと、一発芸とか一発ギャグと呼ばれるものがあります。これは本当に何か面白いっていうよりも毎回同じことをしてる感じです。で、変な動きをしたりするんで、小学生の特に男子が真似をするみたいなのがこの一発芸とかですね。で、あと最後に、大喜利というものを紹介します。大喜利っていうのはあるテーマ、お題っていうんですけど、あるお題があって、そのお題にみんなが答えるんです。で、それが面白いかどうかっていうのが大事なんですね。で、これちょっと難しいんですけど、一つちょっと例を出しますね。一個検索して出てきたのが、じゃあお題。これ難しいんですけど、母ケンタウロスがモンスターペアレントに学校にどんなクレームっていうお題でした。これ非常にちょっと日本語がまず難しいかもしれないんですけど、まずケンタウロスっていうのは、頭が人間で体が馬の種族ですね。で、モンスターペアレントっていうのは最近日本で話題に、最近でもないですね。日本で問題になっているんですけど、学校に理不尽な要求をしてくる親のことです。理不尽っていうのはおかしいってことですね。当たり前のことだったら言っていいんです。もちろん。でも、例えば先生がある生徒を叱ったと。で、それは生徒が悪いから叱った。怒った。なのに、その親が、なんでうちの子を叱るんだって怒ってくる。で、そしてさらに、例えば、その怒ったことが間違ってるから、それを謝罪文にして全校生徒に配布しろとか、そういうちょっと行き過ぎた要求をしてくるのがモンスターペアレントと呼ばれます。で、じゃあそのモンスターペアレントが、母のそのお母さんが、顔が人間で体が馬のモンスターである、がモンスターペアレントになった場合、そのケンタウルスをモンスターっつってるわけじゃないんです、この場合は。モンスターペアレントというものがいます。そういう理不尽なことを学校に言ってくる親ですね。じゃあ、その親が学校にどんなクレームを入れるかって言ったら、なんかこれで面白いことを考えるんです。で、この面白かったのが、一つね、うちの子にも乗馬体験させてくださいっていう回答です。これはどういうことかというと、乗馬体験って、普通の学校ではあんまりしないんですけど、例えば遠足で、牧場とかに行ったりするとか、馬がいるような場所に行くと、たまにそういう馬に乗る体験をしたりするんですね。学校の遠足とかで。で、そういう時に、想像すると多分、母がケンタウロスだから、子供もケンタウロスですよね。体馬ですよね。だから、乗馬体験の時にきっと、馬を馬に乗せることはしないですよね。でも、お母さんは、うちの子にも乗馬体験させてくださいって言ったっていうのを考えると、ちょっとすごい面白いなって思うわけです。今回はね、設定がありえないものでしたけど、設定は普通にあり得るものもあります。で、そこにいかに面白さを入れていくかっていうのが、この大喜利で人を笑わせられるのか、られないのかっていうところになってきます。で、そうすると今やっぱこれ難しかったのが、あるあるの部分で今、モンスターペアレントっていう言葉は、やっぱみんな知ってる言葉なわけです。で、そういう変な親がいるよね、みたいな感じで、みんなに共有されている言葉なわけなんですね。だから、そういうのが分かった上で、そういう変なことを言ってくるとしたら、で、その親がケンタウロスだったら、どういうことを言ってくるかなっていうところですよね。だから、やっぱ難しいですね。理解が。とは思います。大喜利って結構自然発生的に、ツイッター、X とか、あと、スレッズとかで起きてたりもするんです。で、この前、たまたまスレッズ見てたらめっちゃ面白いのがあったので、それは私のメンバーシップの方でちょっと紹介します。次回のメンバーシップ動画はそれにしようと思います。よかったらぜひ見てみてください。では今種類について落語と
漫才、コント、一発ギャグとか一発芸、それから大喜利についてお話ししました。では、今から一つコントを一緒に見ます。ここからはできれば後ででもいいので画面で見てください。で、わからないと思っても、ぜひ最後まで見てください。で、想像しながら、なんて言ってるのかなって想像しながら見てください。先に2つだけ言葉を説明します。今から見るコントのタイトルはパーソナルジムです。パーソナルジムは和製英語なんですけど、1対1のトレーナーさんがついてくれるジムのことです。だからパーソナルトレーニングジムのことですね。それをパーソナルジムと言います。あともう一つ、筋肉という言葉があります。筋肉は知ってる人多いとは思うんですけど、体の肉ですね。そのジムで鍛えて大きくするのは筋肉です。では見てみましょう。このジムすっごい本格的だな。やっぱパーソナルジムに変えてよかった。しマッチョになるぞ。ご予約の近藤様。はい。近藤様、担当トレーナーの河合です。今日から2人で理想の筋肉作っていきましょう。お願いしますね。はい。というわけで近藤さんは筋肉を大きくしていきたいですね。はい。はい、わかりました。というわけでこちらバーベル使っていきましょう。120キロです。 120。はい。ちょっと重すぎないですか。近藤さん、筋肉って火事場のバカ力で限界をバーって超えた時に初めて育つんですよ。なんで今日はこちらのバーベルグッと胸まで引きつけて、で上にガッと健常していっていただきます。いや、無理。これ1ミリも上がんないです。大丈夫です。河合がサポート入ります。いやー。河合のサポートで限界超えさせますんで信じてください。行きましょう。これが河合のサポートです。いいです上がりましたね、近藤さん。そのまま行きましょう。 OK です。行きますよ。行きます。 OK です。はい、 OK です。河合下入りました。 OK です。このまま上に上げていきましょう。上げよう下ろさない下ろしたら河合潰れます。上げていきましょう。左下がってる河合入ります。上げるしかないよ。上げて助けて。はい、河合助けてください。 OK。上がりました。俺があまりにも情けないんで火事場のバカ力出るんです。当たりの人だった。ぶっちゃけマッチが挟まってもなんとかなりそうじゃないですか。もう河合挟まったらどうしようもないんで。はい、だいぶいい感じで来てますよ。なんでウエイト追加しましょう。少々追加。すごい。嘘。ちょっとおちょっとすごい。ちょっとやばい。ちょっとすいません。どうぞ。すいません。すいません。ちょっと頑張って助けて。サポート入ります。サポートなしではやらないように。河合さんすげえ。どうもありがとうございました。はい。どうでしたか？結構わかりましたか？後で言葉の意味を説明しますが、今のコントはお笑いというYouTube チャンネルにアップされているものです。今日のスポンサーさんです。ありがとうございます。このお笑いチャンネルは日本のお笑いを世界に広めたいということで始めたチャンネルだそうです。なので多言語になっています。具体的にはまずもちろん日本語、それから英語、フランス語、スペイン語、ヒンディー語、アラビア語、そして中国語ですね、の音声があります。
で、また字幕もついています。なので、一つのやり方としては、まず最初に自分のわかる言語で見る。で、それから日本語で見てみる。というのもいいと思いますし、その逆ももちろんありだと思います。日本語の勉強になると思うので、ぜひチャンネル登録して見てみてください。日本語の勉強っていうより、あと日本語だけじゃなくて、その日本文化の勉強になると思うんです。お客さんの笑い声も入っているので、日本の人がどこで笑うのか、何を面白いと思うのか、そういうのが理解できるようになると思います。リンクを概要欄に貼っておきます。では次に一緒に見ながら言葉の説明をしていきます。このジムすっごい本格的だな。やっぱパーソナルジムに変えてよかった。し、マッチョになるぞ。ご予約の近藤様。はい。近藤様、担当トレーナーの河合です。今日から2人で理想の筋肉作っていきましょう。お願いしますね。はい。というわけで。ここは、あれですね。この人、理想の筋肉を作っていきましょうって言ったのに、このトレーナーの人には筋肉が全然ないですよね。っていうのがわかりやすく示されてますね。近藤さんは筋肉を大きくしていきたいですね。はい。はい、わかりました。というわけでこちらバーベル使っていきましょう。120キロです。120? はい。ちょっと重すぎないですか？近藤さん、筋肉って、火事場のバカ力で限界バーって超えた時に初めて育つんですよ。今、トレーナーの人が、筋肉って火事場のバカ力で限界をバーって超えた時に初めて育つんですよって言いました。火事場のバカ力っていうのは、火事の時のとんでもない力ってことです。火事とか、事故とか普通ではありえない状況が起きた時に、人っていつも以上の力が出せるらしいですね。実際、アドレナリンとかが出てて、痛みを感じなかったりして出せるそうなんです。それで例えば重いものを運んで逃げたりとか、誰かを助けるために車を持ち上げるとか。なんで、そういうのを火事場のバカ力って言います。なんで今日はこちらのバーベル、ぐっと胸まで引きつけて、で、上にガッと健常していっていただきます。いや、無理。これ1ミリも上がんないです。大丈夫です。で、今、無理って1ミリも上がんないって言いました。1ミリもっていうのは何かを強調するときによく使います。今回の場合は実際に1ミリとかそういう動かすので、わかりやすいんですけど、他には1ミリも好きじゃないとか、1ミリも似てないというような使い方もします。だから、全然そうじゃないっていうのを強く言うような言い方です。1ミリも上がんないです。大丈夫です。河合がサポート入ります。で、この人自分のことを河合って呼んでるんですよね。で、これってあんまりないことなんですよ。河合は名字です。で、普通は自分のことはこの場合だったら私か僕って言います。男性なので。俺っていうこともあるかもしれないですね。親しみを出したいキャラクターだった場合には。ただ、自分の名字で可愛がっていうことはあんまり普通はないんですね。それで、なんかこの人ちょっと変かもっていうのがなんとなく伝わってきます。いや河合サポートで限界超えさせますんで、信じてください。行きましょう。で、この喋り方とか動き方もなんかちょっと面白いですよね。行きましょうとかね。これが河合のサポートです。入りましたね、今度さん。そのまま行きましょう。OK です。行きますよ。行きます。OK です。はい、OK です。河合下入りました。OK です。このまま上に上げていきましょう。上げよう。下ろさない。下ろしたら河合潰れます。上げていきましょう。左下がってる。河合入ります。上げるしかないよ。上げて助けて。はい、河合助けてください。OK。
した。俺があまりにも情けないんで、火事場のバカ力出るんです。当たりの人だった。今、当たりの人だったって言いました。これは、いい人に当たったっていうことです。これ、当たりと外れっていう言葉があります。例えば、わかりやすいので言うと、昔アイスの棒に当たりって書いてあったらもう一本もらえたんですね。で、外れって書いてあるとか、あと何も書いてなければ何ももらえなかったんです。今もそういうのよくあって、当たりって何かに書いてあったらそれをもう一個もらえるんですね。それとか、あと、こういう、ショッピングモールとかで年末とかになると、こういうガラ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 ってやるくじみたいのがあったりするんです。5000円で1枚引換券をもらって、1回こうガラガラガラってできるみたいなのがあるんです。で、それで当たるとなんかもらえたりします。で、こういうふうに、当たりの人だったっていうと、これはいい人、いい担当の人だったっていうことですね。で、外れの人っていうのは、こんななんか全然能力のない人に当たっちゃった。教え方の下手な人に当たっちゃったってことですね。だからこの場合は教え方の上手な人に当たった。自分はこれからすごい、あげられるようになるっていう喜びですよね。驚きかな。ぶっちゃけマッチが挟まってもなんとかなりそうじゃないですか。もう河合挟まったらどうしようもないんで。はい。だいぶいい感じで来てますよ。なんでウエイト追加しましょう、ちょっと待って。追加？すごい。嘘。ちょっと待って。おお。すごい。ちょっと。やばい。ちょっと。すいません。どうぞ。すいません。どうぞ。なんか思うんですけど、さっきこの倒れるシーンとか、この持ち上げるシーンとか、演技力がすごいですよね。やっぱね、こういうのもコントにはとっても大事だと思います。すいません。ちょっと。頑張れー！頑張れー！頑張って！助けて！助けて！サポート入ります。助けて！助けて！よろしく！よろしく！ねサポートなしではやらないように。かわいそうすぎる。どうもありがとうございました。このお話のあるあるっていうのは、まずパーソナルジムに筋肉を大きくしたいなって行く人がいるってことですね。で、元気なトレーナーさんがいるっていうのもあるあるですよね。ジムにいる人ってみんな元気じゃないですか。もう見た目から元気。で、そのトレーナーさんとしてついてくれる人の筋肉がないっていうのは、ありそうでなさそうな、ありそうな、どっちかなぐらいですよね。だけど、トレーナーさんの河合さんの指導の仕方ってあれ絶対ないじゃないですか。で、にもかかわらず、近藤さんは、指導を受けてた人は、すげーって感動しているという、その、あるあるから、なんかちょっとこうずらしていく感じ。そしてないっていう絶対ないような状況に持っていく、このね、流れがすごい面白いんだと思います。なので、お笑いは、ちょっとね、難しい部分もあるかもしれないんですけど、分かった時の喜びっていうのも、また大きいんじゃないかなって思います。なのでね、皆さん、このお笑いのチャンネル、ぜひ行って、いろいろ見てみてください。やっぱり物によって分かりやすいものと分かりにくいものがあります。その要因としては、さっきも言ったように、まず文化的な背景、そのあるあるを共有してるかどうかっていうのと、あとはその日本語自体が難しいかどうか、そこになってくると思います。あと私、初級者向けの、チャンネルの方でも別のコントを一つ使って説明をしてます。それは大阪弁のものです。で、お笑いってなんか大阪弁のイメージがすごくあるんですね。で、大阪弁を話してる人はみんなお笑いをやってるのかなと思うぐらいなイメージがついています。で、あと実際大阪に行くと人はボケとツッコミをしながら会話をしているっていう話も聞きます。なので、大阪弁を勉強したい人は、
お笑いを勉強するっていうのはいい一つの方法だと思います。で、そのリンクも貼っておきますね。最後に、お礼を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウさん、ニヌアさん、チチさん、ウさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバータさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナさん、サンデーガールさん、アメシさん、ナグアさん、イン・ヨインさん、アップルパイさん、スンさん、ガール・アブロードさん、パク・キヨクさん、スティーブン・チェンさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。感謝しております。入っていない皆さんもぜひ入っていただけると嬉しいです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録、そして友達にシェアしてくださると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。